はじめまして、くちばし仲間の萌えです。この動画はスマホの画像をもとに世界最小のビーズでインコのタペストリーを作っていきます。動画にしてみたらかなり長くなってしまったので、もう何本かに分けて動画を出していく予定です。写真で見るのとはまた違った鮮やかなインコの姿が見られるので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。今畳んだ紙がこれがの図案になります。さっきのスマホの写真をこのマス目の方眼目が入ったこの紙にプリントすることで、これを図案として使っていきます。で、今からこれがビーズの色選びをしているところですね。これがこのインコの顔のビーズを選んでいるところ。この黄色もなんかもう目で見てもちょっとわからないぐらい色が近いんですけど、一応違う色の黄色です。今私が、全部でだいたい100色ぐらいビーズを持っているんですけど、その中で黄色系が7色かな。で、実際にこのデリカビーズ、みゆきのデリカビーズから出てる黄色も7色だったと思います。で、これがお花の色。これがちょっとした影とかを入れたい時によく使っているグレー。で、これがお花とか、お花じゃない、ほっぺとか、お目目の黒と、これが、ほっぺの周りの青。結構発色のいい青で、本当ほっぺのブルーとそっくりな色です。で、今選んでるのが、これがくちばしの色を選んでいます。このくちばしの色がなかなか難しくて、まだこのぴったりまさにくちばし色っていうビーズがちょっと私は見つけられてないんですけど、でもちょっとグラデーションにしたりとか、濃淡をつけることでできるだけ本当のくちばし色に近づけるように、かなり慎重に選んでいます。で、今選んでいるのが背景の色ですね。背景の色には一つだけルールを決めてて、それがこの透明感のあるビーズを使うということにしています。このちょっとね透け感のあるビーズを使うと、この本体であるこの主役のインコちゃんが結構なんか浮き出て見えるっていうか、立体的に見えるかなと思ってるので、そこだけ決めてます。で、今その透明感のあるビーズっていうのがだいたい10色12、3色ぐらいあるので、その中からその都度その小鳥さんのなんか羽の色とかとなんか相性の良さそうな色を、都度決めていってます。今回は何色がいいかな。今このモデルさんになった子は、今回は私の愛鳥の赤星インコのポコなんですけど、なんとなくポコはピンクとかなんか赤系があんまり好きじゃない子で、なんかおもちゃとかはだいたいなんか黄色系のおもちゃが好きで、赤とか黒とかはなんかもう全然、インコってねどれぐらいなんか色を識別してるのかあんまり私分かってないんですけど、でもなんかいつも選ぶおもちゃは黄色系だったので、やっぱなんか黄色仲間とかって言ってましたけどね、ピンク系とかにすると結構背景としては
なんか元気な雰囲気出せるかなと思うので、それはそれで結構好きな色なんですけど、ポコはなんか好きじゃない色っぽいので、今回はちょっとピンク系はなしにして、で、緑系もちょっと本体と色がかぶっちゃうので、今回は茶色でいこうかな。でこれは足の色をまだ決めてなかったので、足の色をちょっと先に、背景を選ぶより先に決めないといけないことですね。足ともちょっとかぶるとその辺ぼやけちゃったりするので、この足の色っていうのもなかなかぴったりな色が今はまだ探しているところなんですけど、今回はちょっと影になってるっていうのもあって、こんな感じの紫色を使う予定です。で、このビーズなんですけど、私は普段みゆきのデリカビーズ、このなんか DBS っていうサイズを使っています。でこの DBS っていうのが世界最小のビーズの一つになると思います。なんか昔はね、これよりも小さいビーズっていうのが確かチェコの方にあったみたいなんですけど、今はもうなんか生産はされてないようなので、多分これが世界最小になるんじゃないかな。でこれが1粒あたり直径が 1.3 ミリ、長さが 1.15 ミリだそうです。これがね、実際本当お皿の上とか出してみると、もう穴があんまりよく見えないぐらい本当に小さいです。なんか雰囲気で結構針に通していることが多いですね。で、私が今回やっていくこの手法は、これはビーズ織りという、このビーズ織り機っていう、この専用のこの道具を使ってやっていきます。で今はこの織り機に縦糸を張っていくっていうところですね。このビーズ織りは縦糸と横糸で織っていくものなので、この縦糸を、これを確か46回通していきます。今回は、これが横が45粒、1列45粒の縦、80個、だから80列で、作る予定なので、そうですね、この縦糸っていうのが、この縦糸1本目と2本目の間に1個ビーズが挟まるみたいな感じで作っていくので、45粒ビーズを使うということは、46本縦糸が必要ということになります。これがね、最近はもう慣れたんですけど、最初の頃とかはこの縦糸のなんか張る強さ、なんか糸を引く強さみたいなのがなかなかちょっと揃えられなくて、でそこが揃わないとなんかちょっと微妙になんか緩いみたいな糸が出てきちゃったりして、そうすると、ちょっと織りにくいなんていうこともあったんですけど、最近はだいぶ慣れてピシッと糸が張れるようになりました。あとは今ちょっと見切れちゃってるんですけど、この手前でこの棒を少し回すことができるので、この糸の張り具合は最後にちょっときつく締めることができます。今ちょっと確認してるところですね。私まで見入ってしまう。
はい、それではビーズ折り第1日目始めてまいります。まずこの取り出したのが、これが横糸用の糸です。横糸用っていうのは、私がそう決めて使ってるんですけど、この極小のビーズに対応した細さの糸です。でこれがシート留め金具といって、このビーズ折りの最初と最後の1行ずつにはめ込んで使ったりする、このビーズ折り専用の金具です。でその金具の幅に合わせて折っていくことになるので、今その長さを合わせて糸を出しました。でこの針です。この針が本当に細くて、もう時々この針先なのか、針穴側なのか、ちょっと分かんなくなっちゃうぐらい本当に細い針。そう、こっちがこのツンツンってしてる方が針穴ですね。でこれに糸を通すっていうのが、もう最初の頃は本当に時間がかかって、もう30分とかもうどんどん超えていってたんですけど、最近はだいぶ慣れました。ただ、ちょっと手がカサカサしてるのもあって、この糸先がね、やっぱり何回かツンツンしてるとちょっとほぐれた感じになっちゃって、そうするとなかなかもうちょっと通らないので、今ちょっと糸先を少し水分含ませて尖らせて、でもう一度、挑戦と。本当この糸通す瞬間って結構息止まっちゃうんですよね。通りました。さあ、で糸が通ったら、この受け皿は、これはお菓子のカンカンの蓋を使ってます。最初になんとなくこれにしたらこれで使い慣れました。でこの子は、私がご神体と呼んでいるガラスのインコちゃんです。いつもこの作り始めはしっかり見守っててねってちょっとなでなでってして、集中力を高めようとしてます。でここでこのビーズの細かさというか小ささみたいなものを一旦ちょっと見てもらいたいなと思って、ちょっとアップにしてみました。ほんと小さいんですよね。これがうっかり床とかに落ちると結構簡単に見失います。掃除してると出てくるんですけど、で幸いなことにインコがこれを食べるとかいうことは全然なくて、泡とか冷えとサイズ感が似てるので、食べちゃったら怖いなとか最初は思ってたんですけど、そういうのは大丈夫でしたね。さあ、そして1列目を今作ってます。このビーズ折りというのが、この縦糸の下から一旦この横糸を通して、でこのビーズ一粒ずつをこの縦糸の間に今挟まるように押し込んでいってます。ただ特に1列目はまだこの隙間が結構しっかり空いてる状態なので、一旦ビーズを縦糸の間に挟んだようでも簡単に落っこちてきちゃうんですよ。なのでちょっとずつ上から針を通してこのビーズを留めていってるっていうところですね。こういうところも結構いつも気がつくと息が止まってるっていうことが多くて、深呼吸しながらやってます。で全部縦糸の間に収まったので針を通して、これが1列目になります。でこの糸なんですけど、結構作家さんによっては
糸はあまり長く出さずに、本当に扱いやすい長さで、1メートルとか、多分長くても2メートルぐらいとかでこう作っていかれるっていう方も結構多いみたいです。確かにあまり糸が長すぎると絡む危険がつきまとうので、確かに短い方が扱いやすさはあるんですよね。でこう糸が短い時っていうのは途中でこう縛って継ぎ足し継ぎ足しやっていくっていうのが、結構一般的なんですけど、この糸がなんかこの継ぎ足しにあんまりなんか合わないなとちょっと私は感じていて、この糸をね継ぎ足す時のなんかこう旗結びっていう結び方があるんですけど、この糸がね結構こう張りの強いピーンってした感じの糸なので、こう縛ってもなんかちょっとこう糸が滑っちゃうで、なんかこうほどけやすいっていう風にちょっと感じてるので、私はよほどの超大作じゃない限りは、できるだけもう一本の糸でもう最初から最後までもう作ろうと思って、もう長く糸を出してやってます。なので糸が絡まった時の対処にも慣れました。コツは絶対に引っ張らないってことですね。優しく扱ってあげることで、今この1行目をこの糸の始まりとこの1行目戻ってきた糸をこう縛って、止めているというところかな。ここで横幅が決まるので、このシート留め金具とこうよくよく合わせて、ちょっと緩めちょっと引き締め、糸はきっちり縛り、だいたい OK かな。ここでね、なんかこのちゃんと真横になってるかっていうのも結構大事で、これ最初がなんか斜めになってると、なんかそれからずっと斜めにできていってしまうので、途中でねちょっとこう直すってことはできるんですけど、やっぱり斜めだとこれから描いていくインコの姿も歪んでいくことになるので、ここはしっかり横になるように。そしてここからはもうひたすら折っていきます。1行ずつ。もうこの図案を見て、もう1マスずつどの色を配置するか検討しながら。で、今回はこの体には4種類の緑色で作っていくことにしました。時折ちょっとこう黄色みも混ざったりするので、その辺でどれぐらいの黄色のビーズを入れるか入れないかとか、やっぱりこのあまりにもちょっと系統の違う色を入れるとなんか浮いて見えちゃったりすることもあるので、自然に見えるようにちょっとこう色選びは慎重に、時々配置してみてから、ちょっと違うなってなると作り直すっていうことも、結構ありますけど、ただねこの体のところっていうのはこのいろんな色があって、なんかそれが楽しいところかなと思ってるので、あまりなんかこう厳密にこう忠実にっていうよりは、なんかこう臨機応変にランダムにこうちょっとずついろんな色を配置していこうかなっていうところです。なのでできるだけテンポよくサクサクと進めていきたい部分ですね。この後の多分パート2かパート3ぐらいの動画でこのくちばしとかお花の周りとかやっていくことになると思いますけど、そっちの方に行くとね、やっぱりこの本当に一粒の違いでもうなんか目とかも本当全然違う表情になっちゃったりとか、なんかくちばしが歪んじゃったりとかするので、もうその辺になると結構何回も
ちょっとずつ微調整ってこう繰り返してやっていくことが多くなるので、この辺はこの体のあたりは、色の違いを結構楽しむ余裕がある部分です。でね、この図案だとどうしてもちょっとぼやけて見えちゃうところがあるので、そういうところはこの元の画像を参考にしながら、どれぐらいちょっとこう暗い色になってるかとか、明かりが入ってるかとか、実際の羽の雰囲気がどんな感じかとか、そういうのもこう見ながらやっていきます。今回はこの足の部分はあんまり大きく見せないようなアングルというか大きさにしたので、もう本当にお腹周りから始まってますね。でこのビーズ織りにする時のこのインコの大きさっていうのかな、こうどれぐらいアップで描くのかっていうのが、今のところだいたい原寸大よりちょっと大きくなるぐらいのサイズ感になるように作ってます。できるだけ全身を見せたいなとは思うんですけど、この全身をこのサイズに収めようとすると、多分この実際の赤星インコだったら、本当の赤星インコのサイズより多分二回りぐらい小さく描かないといけなくなってしまって、でそうすると、このビーズ織りって、いわゆるドットアートっていうのかな、そういうこうなんか点で描いていくみたいな、昔のゲームみたいな、そうマリオとかああいうゲームボーイとかの絵とかって、あれって結構デフォルメされてたと思うんですけど、絵がこう小さくなればなるほど、この画像としてはこう荒くなっていってしまうので、大きく描けば描くほど、より細かいところまで繊細に描けるんですよね。だからといって大きすぎてもちょっとなんだか分かんないってなっちゃいそうなので、このインコちゃんたちのこう表情とか、このどんな体勢でいるのかなとかが分かる、やっぱりこう原寸大ちょい大きめぐらいを、だいたい目安にいつも作るようにしてます。そうこのね、切り取り方とか、この写真のアングルによって、このちょっと右側に寄せるとか左側に寄せるとか、それでまたちょっと印象が変わったりするので、毎回この1枚の画像でもどこを切り取るかっていうのは結構悩みに悩んで、いろんなパターンを検証しながら、一番インコの可愛さがよく分かるんじゃないかっていうところを、模索してます。もうね、本当私インコが大好きで、お迎えしたことがあるのは赤星インコたちなんですけど、今まで5羽インコたちをお迎えしてきてて、私が一番長くいたのがポコちゃんっていう子だったんですけど、ポコは一昨年他界してしまったんですが、それまでだいたい10年ぐらいずっと相棒として一緒に暮らしてきてて、今も私にとってはすごく身近な存在なので、最初の頃はだいぶ泣き暮らしたんですけど、今はまたちょっとそこからはやや元気を取り戻して、今もポコの存在は大事にしながら過ごしているというところですね。今はそんなに写真を見て悲しくなっちゃうとかいうことはあんまりなくて、
なんか楽しいこととか結構考えることが多いです。で、だんだんこの姿が見えてきましたね。って言ってもまだまだちょっと全体像には届きませんけど、もうこれをひたすら繰り返していくのがビーズ織りで私はもうねこれやってると結構ワクワクするし、もう時間があっという間に過ぎていくんですけど、結構ねこれやってるんだっていうとね、周りの、友人とか知人たちはなんか目が疲れそうねってよく言われます。目は実際疲れます。なんかだんだんなんか目の焦点がなんか合わなくなってくるっていうか、なんかあまりにも連続して作業してると本当なんかいろいろよく分からなくなってくるっていうことはあります。はい、それではここからはちょっと動画のペースを上げてどんどん流していきます。本当に超長編動画になったので、これぐらいのペースでいかないともう本当に終わらない動画になってしまいます。むしろねこれでもまだちょっとテンポ遅いんじゃないって思われた方はYouTube の設定のところから速度調整をしてちょっと早くしたりしてぜひご覧ください。お願いします。で、今この作品のこの右側に黄色いものがちょっと見えてると思うんですけど、これはマスキングテープを貼りました。いつもの10列折ったらこうやって止めることにしてます。時々何列目まで折ったか分かんなくなっちゃうことがあるので、そういう時に1列ずつ数えてもいいんですけど、ちょっとでも目の負担を減らすべくパッと見で分かるようにこんな風に印をつけてます。これがね私は結構昔ですけど一緒に働いてた同僚に「萌ちゃんってなんか知識はあるけどなんか知恵がないタイプだよね」ってこう言われたことがあって、その時はなんかどういうことだろうってなんかあんまりピンとこなかったんですけど、そう多分なんか工夫するとかなんかそういうのがちょっと苦手なのかもなって後からじんわり、気がつくことがあって、でねこのビーズ織りについては勉強は結構したんですけど、でも割と独学っていう要素も多いので、この自分で工夫するっていうところを結構意識的に頑張ろうって思ってる一つのテーマではあります。こうご覧になってる中にはなんかもっとこうしたらやりやすそうなのになとか思われる方いらっしゃったら教えてもらえたらとっても嬉しいです。で、このくちばし仲間チャンネルについてね、今回はこのビーズの動画第1弾なのでちょっとこの紹介っていうものもさせていただきます。このくちばし仲間チャンネルはもともとこのビーズのインコタペストリーを紹介したいっていうのがこのきっかけで設立しました。私が
もともともう赤星インコは、多分中学生ぐらいの時からずっと身近にいたので、もうその頃から大好きなんですけど、ビーズが大好きになったのはこの7年ぐらいかな。で、この大好きなインコと大好きなビーズを、合わせて何かしたいねって、なってたんですけど、でもこのインコのタペストリーにしようってなるまではまた数年かかっていて、結構この身近な人たちからこのインコをモチーフに何か作ってみたらいいのにって結構長年言われてたんですけど、私がなんかこうあまりにもインコが尊くて、なんかこんなに尊い存在をなんか正しく私は表現できないってちょっと思っちゃって、それが、例えばこうなんかレジンでやるとか、でなんかイラストを描くとかなんか刺繍糸で何か作るとか、これまでになんかいろいろ挑戦してきた中で、なんかこう自分の作品としてはなんか納得できるものがなかなか生まれてこなくて、で、ビーズでやるっていうのもなんかなかなかイメージが湧かなくて、だからビーズでインコ作ればいいのにって言われながらも、8割方聞き流してたんですけど、でも、一番のきっかけは、さっきお話しした、ポコが行ってしまったっていうのが大きくて、なんかそこからまたそのインコへの向き合い方っていうのを結構考えて、で、一時はちょっと、なんか悲しい気持ちが大きくて、ちょっとなんか行き詰まっちゃったりした時もあったんですけど、なんかある日ね、やってみるかっていう気になって、でこのタペストリーを一つ、とにかく一個作ってみようって思って作ったら、なんか意外にというか想像以上になんか感動しちゃって、もうこの自分で作った作品を見てなんかもううわーんってなるぐらい結構感動して、なんか写真で見るポコはすごく可愛いけれど、なんかこのタペストリー、このビーズで描いたポコっていうのもなんかまたちょっと違った躍動感みたいなものがあって、なんかまた新しいポコに会えたってなんかその時すごく感じました。でそこからもうなんか突然もう火がついてというか、もうこのタペストリー作りに本当なんかもう目覚めたっていう状態になって、でそれから家族もインコ飼ってる人がいるので、そういう子たちにちょっとモデルになってもらったりしながら、もうせっせともう夢中になっていろんなこうちょっと描かせてもらって、でなんかそうやっていく中で、最初はちょっとこういびつだった色使いとかも、だんだん慣れてきて、で、それがだんだんこう夢が大きくなってきて、なんかより多くの人になんか知ってもらいたいなーって、なんかこの自分の大事な愛情を身近に感じる、また新しい形なんじゃないかなってすごく思ってます。
というところで今日はここまでかな。そう、ここで、20列編み終わったというところです。で、今日はここまでで、また続きは2日目の動画になります。で、この先のこの完成図までぜひご覧いただきたいので、ぜひぜひチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。